ご視聴ありがとうございます。ふくふくゾーンです。ゾーン私たちはアラフィフ夫婦でプラスアラフィフ夫婦プラスワンコで車中泊やキャンプ、ハイエースのカスタムをやってます。よろしかったらチャンネル登録、いいねなんかをしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ふくふくです。はい。はいはですね、ハイエースカスタムの方ですね、車中泊するにあたって快適に過ごしたいので、今後暑くなってきますんで、エアコンの取り付けをしたいと思います。でエアコン取り付けにあたって、12ボルトの、車用にある中華製のエアコンか、家庭用の100ボルトのエアコン、どっちつけようかなと悩みましたね。悩んだんですが、つけるのは、家庭用エアコンにしました。こちらの商品は日立白熊くんの6畳用になります。なんでこれにしたかっていうと、まずですね、中華製の12ボルトのやつより値段が安い、安心の日本製、で、こちらのいいところ、電力が、そんなに高くない、使ってみると、最初冷えるまでは結構使うんですけど、その後安定しちゃったら全然電力使わないんで、電力はこっちの方が使わないですね。値段もこちら買った時4万5,000円ぐらいで買えたかな。そのぐらいで。で配管のセットが電線入りで、あと部品とかいろいろ入って、2部3部のやつの3メートルの商品が、6,500円ぐらいで買いました。で4万5,000円で6,500円ぐらいなんで、もうあとですね、取り付けにあたっての工具、レンタルしました。このレンタルが3,000円、ヤフオクで3,000円ぐらいでしたね。2泊3日かな、3泊4日かな、で貸していただけまして、だいたい総額で、5万ちょいぐらい、5万5,000円ぐらい、5万5,000円ぐらいで、いやあと L 字アングルとかあるんだけど、それ含めると6万ぐらいかな。6万円ぐらいで取り付けることができました。中華製のね12ボルトのやつが8万円ぐらいだと思います、確か。でそこに冷媒ガス含めて、あとコーチン、真空ポンプとか込めると全然こっちの方が安くてクオリティが高い商品なんで、取り付けをこちらにしました。こちらの取り付けにあたって、室外機の問題があります。で室外機の問題がクリアしないと取り付けができないので、どこにつけようかって悩みましたね。キャンピングカーだと結構縦に置いてスペースがね作って、ちゃんとビルダーさんがやってるのあるんですけども、なんせ素人なもんでどこに取り付けるかスペース、それで取り付けるのがタイヤハウス、タイヤハウスのスペース、スペアタイヤのところに室外機を取り付けることにしました。でスペアタイヤを外してそこにつけるので、室外機の大きさが、そんな大きいものがつけられないです。それでできるだけ小さい室外機で探したんですけども、ちょうどこの白熊くんの室外機が、65.8 センチ、53センチ、厚さが 27.5 センチということで、タイヤ1本の大きさよりも小さいサイズだったんで、これに決めました。でこのエアコンの取り付けにあたって意外とやってみると、エアコンの取り付け自体はそんなには
難しくなかったです、で3メートルの配管も、先っちょがね、ラッパ加工ちゃんとできてたんで、もうそのまんま、使いました。レンタル工具の中にはその管をこうラッパ状にする機械工具があったんですけど、それ使わずに済みました。それなんでうまくいけば3メートル、自分の場合は3メートルで切らずに加工せずにそれで取り付けることできたので、いいと思います。ですね、一番の難関は室外機です。室外機の取り付けね。で室外機寝かせて取り付けるにあたって縦に普通置くものを、寝かせてつけることにしたんですよ。その寝かせることに対して、コンプレッサーが正常に働かないとか故障の原因になるんじゃないかとか、いろいろ考えまして、いろんな人に聞いてみました。やはり返ってくる答えは、縦に置かないとダメだと、寝かせるものではないっていうことで、みんなからは故障するって言われました。で、電気屋さんに聞いたんですけども、コンプレッサーを外して、別で箱作って縦に置いて配管延長してロー付けする作業とかあるんですけど、あと配管の延長とかそういう作業して、基板も別ボックス作って、雨に濡れないようにした方がいいよっていうアドバイスはいただいたんですが、それは考えてみた中ですごく大変なことです。で、YouTube でね取り付けてる人を見たんですけども、そんなにいなくてね、でちょっとやっぱ加工されてる方がいて、この中であえて自分たちは加工せずに、試しにつけてみようということにしました。で、やったのは少し角度をつけました。寝かせるじゃなくて少し角度をつけました。やったのこれだけです。これで、やって、取り付けたんですけども、で様子見まして、去年の夏ね、取り付けまして、様子見ましてもう半年以上経つんですが、今のところ不具合なく使えてます。快適な車中泊の旅を送れてます。長旅でもね、別に室外機もエアコンも外れることなくね、無事今のところ何の支障もなくっていう感じですね。ということで、一応こちらですね、通常のエアコンの設置の仕方ではないので、メーカー保証は受けられないと思います。全て自己責任のもとで、やると、壊れても保証はないということで、おすすめはできないですね。ただ、我々がつけた中で一応半年間快適には過ごせてる、今のところ故障はないっていうのは事実です。半年経ちましたが、今後、何か不具合があったり何かあった場合は新たな動画作って流したいと思います。土台の部分の説明が全くございません。これは、コンパネ、9ミリコンパネで、型を作ってはめてあります。でそこにレーザー、フェイクレーザーでくるんでタッカーで留めました。これが土台です。そこにエアコンを設置した形になります。でそれをここの L 字のやつ止めるやつに、こちら鉄板に直接金属ビスで留めてあります。あとでここ流すんですけど、ここにも L 字のアングルがあるんで、ここも鉄板に直接ビスで打ち込んであります。なのでここの下の鉄板のコンパネの
止めてるところの L 字のところは横の金属で直接打ってあります、でこれも上に吊るしてあるんですけどビスで留めてます、はい。それでこのコンパネ9ミリに置いたやつを、取り付けてます、ビクともしません、金属に打ってあるんで直接、でそこにエアコンを取り付けてあります、はい。とりあえずこれ事前に説明しておきます、はい。これがもうついた段階からの動画説明になりますので、よろしくお願いします、ではご視聴よろしくお願いします。お願いします。ビー玉で型取りして板に転写しました。はい。はい。ジグソーで切断して、はい。グラインダーで整えて、はい。フェイクレーザーをタッカーで留めて、はい。ここに取り付けます。はい。はい。で金属をね削るビスでね、でもう鉄板に打ち付けました。はい。はいはいはい。でビス止めしてます。はい。下と、上の鉄板にこれぶち抜けます。これでビスで、はい。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。じゃあ取り付けしていきます。はい。まず土台です。はい。はい。でこれがエアコンつける土台になります。はい。でこれでまず中心決めて、真ん中にビス止めしてます。はい。でこれは平行とかね、確かめながら打つんで、まず真ん中に打ち付けた後に水平取って、で水平決まったらね両サイドのビスを止めていく感じ。はい。でドレン水が出るんで、車だから水平が出てないんですよね。なんでドレン水が出る方向を下に若干傾けて、このプレート取り付けた方がいいと思います。そこポイントで、そこポイント、はい。その方が水のがね、ドレン水出るんで、傾けた方が流れがいいかな。はい。これはコードを止めたところです。でこちらエアコンハイカーの 3m の2部3部のセット、中身はこんな感じですね。入ってるものがね、はい。もうこれ全部セットになって入って6500円ぐらいだったかな。で電線が入ってるやつ選んでください。電線プラスして買うと高いんで。でこれがエアコンのねところに今3本の配線を取り付けるところなんですけど、この電線を裏から入れて、取り付ける、ね、ところなんですけど、この電線硬いです。配線が太くて硬いんでちょっと大変ですね。でこれ一気に3本ね線する工があるんだけど打ちないんでカッターで切りました。でこの線ね、向かなきゃなんないんだけど、一応ペンチねこういったのがあったんで、これ簡単に向けたんで、ない人はカッターでもね向けるんで、これね、そうだな4センチ5センチ4センチぐらいかな、導線出した方がいいかな。3センチぐらいか3、4センチぐらいかな。で赤白黒もね入れるようになってるんでね、分かりやすいです。硬いです、この線がね。配線切らないようにね、慎重に慎重にやった方がいいかなと思います。動画なんでちょっとね早送りしてます。実際やったのもうちょっと時間かかりながらやってたね。かかってたね。ネジなんかもねすぐ入んないで落としたりして、これが裏の配管の作業になります。でですね、これね、専用のトルクレンチがレンタル工具に入ってました。それを使います。でも締める強さってこれ決まってるんですよ。なので、そのトルクレンチは、専用の使ってください。でこれがガス漏れ防止剤で、
もうねちょこっとつければいいです。ちょこっと出しすぎるとあれなんでね、だからちょこっとしか出ないような作りになってるので、赤い先っちょを上下するとちょこっと液体が先っぽに出るんで、それつけるだけで十分足ります。形状はこっちが丸みがあって、で2分3分のあっちの 3m の配管はラッパ状の先フレア加工っつったかな、そういう状況になってるんで、もうこれ最初からなってます。でこれをまっすぐにして取り付けないとネジ回んない。そこもおじさんポイントで。そうでこれを収まえて、でこの決まったトルクレンチでカッチンカッチン言うまで締めます。カッチンって言ったところがもう強さ決まってるんで、それ以上はやっちゃダメと。やりすぎるとパイプ折れます。で太さがねもう決まってるんで、つけるところが決まってます。でこれ長さが違くなってます。これなんでかっていうと、ナットこの締めたところが出っ張っちゃうじゃないですか。なんで同じところにすると太さがそこだけ太くなっちゃうんで、出してあるって言ってました。なるほど。これもカッチンカッチンして締めました。でこれカバーしてね、これドレーンホース、ここから水が外に出るようにするところで、で必ずこう漏れなくきっちり閉まるところまでちゃんと閉めて、でこうテープで留めると、この作業はしてください。必ずね。でまとめます。配線、この配管とか電線とかドレン線全部ひとまとめにして、このエアコンの隙間に埋めるようにします。でこれがね変に出っ張ってるとエアコンが取り付けるときに浮きます。なのでできるだけこう綺麗に作業してください。でまずこれ仮止めしたところ、その時にこれ巻くんですけど、巻く時にコツがあって、きつく巻いてください。そうすると綺麗に巻けます。極力きつく巻けば、少しずつ合わせて重ねるようにしてやって、でここはエアコンのところの隙間になるんで、あそこに出っ張っちゃうとここの取り付けた時に浮いちゃう。なるほど。エアコン取り付きました。ちょっといてるやばいちょっとやばいへこんだ。後半に続く。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォ